こんにちは。今回はこちらのスマホホルダーを編んでいきます。シンプルでしっかりした編み地で、底は小さいタイプのバック底板を使っています。2目1模様なので偶数目で編んでいただけます。よかったら編んでみてください。では今回はこちらダイソーさんのマクラメヤーンのビスケットベージュで編んでいきます。ポリプロピレン 100%、約 35g、約45メートル、目安のかぎ針は5号になっています。今回は5号を使用します。で、今回はダイソーさんのバック底板のこちらの4枚入りの方ですね。こちらを使用します。サイズが 10.7 センチ ×4.2 センチ。材質はポリウレタンですね。こういったのを使用します。では、ここの真ん中の穴から始めていきます。真ん中に針を入れて、向こうで糸をかけてこちらに持ってきます。一度引き抜いて鎖を編んでおきます。そしたら、この一つの穴に2つずつ細編みを1周編んでいきます。同じところに針を入れて、針の上に糸端を乗せて編みくるみながら編んでいきます。糸をしっかりこの端の方まで持ってきて、1つ目の細編み。同じところに針を入れて、2つ目の細編み。2つ編んだので次ですね。次の穴に針を入れて、ずっとこの糸端を編みくるみながら編んでいきます。1、2、また次ですね。1、2、こんな感じで一周編んでいきます。では、一周編んできました。そしたら、一つ目ではなくて、二つ目の細編みの頭に針を入れて、引き抜きます。そしたら、二目ですね。ここに中長編みを二つずつ編んで一周します。次は一つ飛ばして、二目目ですね。一つ飛ばして、二つ目。ここに中長編みを二つずつ編んでいきます。まず鎖を1、2、2つで立ち上がったら、これは中長編み1つ分ですね。なので、針に糸をかけて、足元に針を入れて、もう一つ中長編みを編んでおきます。また、針に糸をかけたら、次を飛ばした次の細編みの頭に針を入れて、中長編みを1、同じところに針を入れて、2、針に糸をかけたら、次を飛ばした次のところに針を入れて、中長編みを1、同じところに針を入れて、2、1つ飛ばした次のところに1、2、こんな感じで一周編んでいきます。
では、一周編んできました。一周編んだら、ここの初めの鎖の1、2、ここではなくて、次の中長編みの頭ですね。1、2、ここの2つ目の隣にあるところですね。ここに針を入れて引き抜きます。では、2段目も同じように、この2つ目ですね。この2つ目のところに中長編みを2つ編んでいきます。2つ編んだら1つ飛ばして、2つ目の中長編みですね。ここの頭を拾って、また中長編みを2つ、1つ飛ばした2つ目のところに中長編みを2つという感じで編んでいきます。鎖を1、2、2つ編んだら針に糸をかけて、足元の今引き抜いたところですね。ここに針を入れて、中長編み、針に糸をかけて、次を飛ばした次ですね。2つ目の中長編みの頭に針を入れて、1、同じところに針を入れて、2、また針に糸をかけて、次を飛ばした次ですね。2つ目の中長編みの頭に針を入れて、1、2、1つ飛ばした次のところですね。こんな感じで一周編んでいきます。では、一周編んできました。そしたらさっきと同じように、この初めの鎖の1、2、2つの隣ですね。2つ目の中長編みの頭ですね。ここに針を入れて引き抜きます。では、ずっと同じ編み方で編んでいきます。鎖を1、2、2つ編んだら針に糸をかけて、今引き抜いた足元のところですね。2つ目の中長編みの頭に針を入れて、中長編み、針に糸をかけて、次を飛ばした次のところにまた2つ編んでいきます。1、2、次を飛ばした次のところに1、2、こんな感じでお好みのところまで編んでいってください。では、約17センチで21段編んできました。では最後は一周引き抜き編みをしようと思います。引き抜いたところの次からですね。ここの次のところから引き抜き編みを編んでいきます。ここに針を入れて、1つ目の引き抜き編み。ここはマーカーをつけておきます。また次のところに針を入れて、引き抜き編み。1つの目に1つずつ一周編んでいきます。では一周編んできました。最後はチェーンつなぎをしていきます。ここまで編んだら、20センチぐらい残して、カットして、引き出します。
で、とじ針に通したら、このマーカーのところですね。一番初めの引き抜き編みのところ。ここに針を入れて、で、ここに戻って、前後とつながる感じですね。そしたら裏の方でしっかり糸処理をしていきます。では、ここの上のところにつける小さいベルトを編んでいきます。では、お好みのボタンを一つ用意してください。こちらは以前、セリアさんで購入していた直径 1.7 センチの足付きボタンです。では、最初の作り目を作って、鎖編みを16目でスタートしようと思います。1、2、3、4、5。では、16目で約8センチになりました。では、一番最後の鎖のところにマーカーをつけておきます。ここからボタン穴のループの鎖を7目編みます。1、2、3、4、5、6、7。7目編んだら、ここのマーカーのところですね。マーカーの鎖の下一本のところに入れて編んでいこうと思います。ここから細編みを編んでいきます。次の鎖の下一本のところに針を入れて、一つの目に一つずつ細編みを端まで編んでいきます。では、こんな感じで細編みを16目編んできました。そしたらここの最後の16目目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。次、ぐるーっと編んで、ここから少し増し目をしていきます。そしたらここの最後の細編みが入っているここの1本のところですね。ここにあと2つ細編みを編んでいきます。針の上にこの糸端を乗せたまま、1、同じところに針を入れて、2、最後の目に細編みが3つ入ったことになりますね。そしたらこの糸端をずっと編みくるみながら、今度はこちらの細編みが入っている、この残りの1本ですね。鎖の残りの1本を拾って、また端の方まで編んでいきます。この次のここですね。ここと針の上に糸端を乗せて、ここからは一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。では、ループの手前の方まで細編みを編んできました。こう編んできて、ここが最後の細編みですね。ここに針を入れて、細編み。では、このループの中に針を入れて、細編みを何目か編んでいきます。ここに針を入れて、この糸端はもう後ろの方に避けて、1、2、3、4、
5、6、7。で、ちょっと次の細編みのところ、2目ぐらい編んで、ちょっとボタンを通してみようと思います。小さいですかね。ちょっときついので、もう1目ぐらいほどいて、鎖が斜めなので、8目ぐらいですかね。もう1つぐらい編んで、ここも細編みを2目ぐらい編んで、こんな感じですね。これぐらいでいいと思います。鎖が斜めで、この細編みが8目ですね。こんな感じで編んでいこうと思います。そしたら続いて、細編みの頭に細編みを編んでいきます。でも糸はカットしておきます。では、マーカーの手前のところまで編んできました。次はこのマーカーのところから、1、2、3、3目にそれぞれ増し目をしていきます。1つの目に2つずつ細編みを編んでいきます。マーカーを取って、ここがマーカーのところですね。ここに針を入れて、細編みを1、同じところに針を入れて、2、次の細編みの頭に針を入れて、ここも細編みを2つ編んでいきます。1、2、次の細編みも1、2、こんな感じですね。そしたら次からはまた1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。では、ループの手前のところまで編んできました。次はここですね。ここも少し増し目をしていきたいので、ここの円の一番上のところですね。ここを中心に3目、1、2、3。ここでまたさっきと同じように、1つの目に2つずつ細編みを編んでいこうと思います。ここから増し目ですね。マーカーをつけておきます。ここは普通に細編み。次も細編み。で、次からですね。次の細編みから増し目ですね。1つの目に1、2、次も1、2、次も1、2。そしたら次からはまた1つに1つずつ編んでいきます。ではこんな感じでこの辺まで編んできました。そしたらここの一番上の1つ右ですね。この辺に引き抜いて終わろうと思います。
たらカットして引き出します。ではこちらは往復編みではないので、どうしても少し遮光してしまうので、こんな風に少しねじれを取って、でペタンと置いて、この両端ですね。この辺でいいかなというところにマーカーをつけておきます。ではこんな感じで、お好みのところに縫い付けてみてください。ではこんな感じでつけてみました。では今回は持ち手は既製品で、セリアさんで購入したレザー調のハンドルチェーン30センチ、こういったのを使用します。では糸始末をして持ち手をつけて完成しました。中長編みだけでシンプルで可愛い編み地になったと思います。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。